じゃあさっき行ったことがある国についてちょっと挙げてもらいましたけど、ゆうすけさんが行ったことがない国の、先入観を気になるんで聞きたいんですけど、その国はい。のイメージについてですね。今僕台湾に住んでるんですけど、はい。台湾の、イメージはどうですか？台湾のイメージはものすごくいいイメージがありますよ。うん。で、僕が行きたい国、今行ってみたい国、1番、2番がベトナム、台湾ですね。あ、そうですか。そうですね。まあ一うん。般的な日本人と同じで、いわゆる親日国と言われる日本に友好的な国ということで日本では有名ですね。はい。まあそれだけじゃないですけど、もちろん食べ物も興味がありますし、技術力も高い国ですし、すごく興味がありますね。うん。はい。ただ言葉が全然ダメです。僕、日本語と英語しか話せないんで、はい。全くダメですね。ちなみに台湾はいわゆる標準中国語、マンダリンと言われる言語がメインになるんですよね。そうです。でも、まあ、僕、台湾の中国語を勉強してますけど、なんか、中国で話されてる中国語と、やっぱりちょっと違いますよ。うん。発音とか、イントネーションの強弱とか、うん。まあ、言い方とか、うん。まあ、うん。台湾人に中国人が話す中国語どうって聞くと、分かりにくい。たまに分からない時があるっていうぐらいですから。ああ、まあ、そもそも中国自体が広くて、はい、そうなんですよね。地域によって強い訛りがあったり、また中国語じゃない言葉を話してる地域もあるぐらいですから、はい。まあ、結構違うんでしょうね。うん。中国なんか広東語っていうああ、はい。全然違う言語もありますよね。そうですよね。うん。次の国はインド。インドについてどう思いますか？インドに旅行に行く日本人が結構多くて、はい。やっぱりインドも不思議な国っていうイメージですよね。うん。でも行ってみたい。そうですか。インドで何をしてみたいですか？やっやっぱり食べ物ですよね。ぱり、まあ日本人にとってはインドカレーが結構有名ですけど、はい。なんか日本でインドのカレーを食べられるお店がありますけど、結構多いですよね。はいはいはい。そう、僕は日本にあるインド料理の店結構好きで行くんですけど、はい。日本料理にはない独特の香りがして、すごうん。くいいですよね。うん。あとは、僕が結構興味があるのは、建はい。物ですね。あ、建建物ですか？物、うん、建うん。物を見るのが結構好きで、はい。日本と全然違う建物が建ってるじゃないですか。はい。日本人にとっては、そういうのがエキゾチックというか、外国らしい雰囲気なんですよね。うん。そういうのを見るのもすごく好きです。ああ、なるほどなるほど。うん。じゃあ、フランスはどうですか？フランスに対してのイメージはフどうですか？ランスに対してのイメージ、いやー、正直フランスに対してはおしゃれな人がたくさんいるっていうイメージぐらいですかね。うん。日本人にとってはヨーロッパって結構憧れの場所なんですよね。そうなんですよね。新婚旅行でとか、大学生が卒業旅行でとか、うん。そういう記念の旅行で行きますね。そうですね。そもそも距離が遠いんで、飛行機代も高いですし、うん。あとは日本人が、ヨーロッパのおしゃれな感じに憧れてるんで、うん、なんていうのかな、それこそ記念に行く場所ですよね。はい。かっこいいですよね、ヨーロッパの建物って。イタリアもそうですけど、そうイですよね。ギリスもそうでしたね。あ、そうですか。イギうん。リスはなんか、僕行ったことないんですけど、イメーはい。ジで、はい。綺麗な建物と美はい。術館とか、綺麗な公園とか、古い家もなんか何百年、築何百年っていう街並みがありそうな感じなんですけあ、ど。まさにその通りで、日本では
築40年、50年っていうと結構古い建物だと思うんですけど、はい。イギリスでは築100年とか150年とかっていう建物が結構普通にあるんですよね。で、家を買う時の感覚も日本と違ってましたね。日本人はまず土地を買うっていう感覚だと思うんですけど、イギリス人は建物を買ったらそれに土地がついてくるっていう感覚でしたね。えー、だから建物に関しては消耗品という感覚が全然ないんで、うん。長く住む人が多いみたいですね。うん。日本は家を消耗品だと思ってますよね。確かにそうですね。まあなんかトイレとかも、10年経ったら交換するとか、内装も、リフォームしたりとか、よくしますね。お金の無駄遣いですよね。まあヨーロッパの北の方に行って、はい。ノルウェーの印象はどうですか？北欧の印象って、はい。すごく人権を尊重するっていうイメージですよね。うん。ノルウェーだけじゃなくて、スウェーデンとフィンランドも同じイメージですね。まあ、日本以外の国では結構当たり前なのかもしれないですけど、逮捕された人にも人権があるじゃないですか。はい。自分の意見を主張する権利があるじゃないですか。ああ、はいはいはい。でも日本って実はそれあんまりないんですよね。うん。なので日本人からすると、すごく人権を尊重して、しっかりとした自分の意思を持って、個々が生活しているっていう印象を持ってますね。うん。うん。食べ物についてはどうですか？ノルウェーの食べ物ってどんな印ノ象がありますか？ノルウェーの食べ物で一番印象にあるのはサーモン。やっぱり日本のスーパーに行くと、はい。ノルウェー産サーモンってすごくたくさん売ってるんですよね。そうですね。うん。最近はチリ産のサーモンも多くないですか？あ、そうですね。はい。うん。けど、まあ、ノルウェー産のサーモンの方が、質がいいみたいな感じですそうよね。ですね。うん。日本でもサーモン取れるのになんでわざわざノルウェーから輸入するのか。そう、ノルウェーに関しては、ノルウェーのスキー場に行ってみたいんで、なるほど。で、結構興味あって聞いてみました。ちなみに僕群馬県に住んでたことがあるんですけど、あ、はい。群馬県にノルウェー人がたくさん働いてるスキー場があります。どこですか？ノルンみなかみっていうスキー場なんですけど、はい。多分ワーキングホリデーで来てる若い人だと思うんですけど、あたくさんノルウェー人が働いてます。レストランとかで。あ、そうなんですね。僕20代の頃結構スノーボード好きではい。やってたんですけど、うん。そこはすごく、ノルウェー人が多かったです。最後、アフリカの国、エジうん。プトについて、どんな印象がありますか？エジプトについての印象、砂漠。あの、エジプト、さっきも言った通り、僕、建物に興味があって、はい。やっぱりエジプトの建物ってすごく魅力的じゃないですか。住居もそうだし、古くからある建造物が結構多いんで、実際見てみたいですよね。あとは英語が通じるんで、行きやすいかなとは思いますね。ああ、そっか。それはいいですね。あと昔、ハムナプトラっていう映画があって、はい。エジプトを舞台にした映画があって、行ってみたいなと思ったことはあります。ああ、なるほど。やっぱりそういう影響を受けますよね。受けますね。うん。僕すごいそういう影響を受けるんですよ。あ、まあそうですか。そうなんですよ。映画を見るとそこの国に行きたくなる。うん、すごいはい。そういう影響を受けますね。うん、もともと僕が英語を勉強しようと思ったのは、アメリカ映画を見て、アメリカに憧れて、英語を勉強し始めたっていう経緯があるんですけど、あ、そうなんですね。ケンさんもしエジプトに行ったら何します？
うん。ピラミッドの中に入ってみたいです。入れるんですかね。入れるのもあるのかもしれないですね。はい、ラクダに乗りたいですか？ラクダは別にまあいいかな。なんかあんまり快適じゃないって聞いたんで。ラクダって怖いですよね。エジプトって言われて一番最初に思い出したのがラクダだったんですけど、群馬のサファリパークに行った時に、はい。ラクダをすごい近くで見て、うん。ものすごく怖いイメージがあったんで、うん、ラクダには乗りたくない。はい、今日はもしもしゆうすけさんと世界の国のイメージについて話しました。皆さんは日本に対してどんなイメージがありますか？コメント欄で教えてください。次の動画ではもしもしゆうすけさんと食べ物について話します。ゆうすけさんの好きな日本食とか日本と海外の食文化の違いについて日本語で話します。お楽しみに。では次の動画でお会いしましょう。またねー。